こんにちは、隊長です。我々は今、網走へと向かっています。隊長網走編は3部構成になっています。前乗り編、流氷編、アザラシ編というような構成です。よろしくお願いいたします。網走は昨年夏に訪れました。オホーツク流氷館から見た海に流氷が来るなんて写真で見たのに信じられなくて、こんな神秘的な景色が国内で見られるなんていつか行ってみたいなと思っていました。そして昨年の夏にどうしても泊まりたかったお宿がありました。それはファームインアニマの里というところです。昨年の夏は予約がいっぱいで予定が合わず、どうしてもここのお宿に泊まりたいなと思っていたので、その夢を叶えました。冬になると生まれたばかりの羊の赤ちゃんが見られます。今回もオーナー様にお願いして赤ちゃんを見せていただきました。セーターを着ていてピチピチにはしゃいでいました。名前を聞くのを失念したのですが、今年の1月下旬頃に吹雪の中生まれたそうです。部屋に戻ると薪ストーブの良い香りが包み込んでくれます。薪の燃える音と柔らかい暖かさに体がほぐれます。私の理想暖房器具です。近くにいても強い暑さは感じないのですが、部屋がポカポカでとにかく暖かくて気持ちよいです。お宿に到着したのが午後3時頃だったので、オーナー様のおすすめにより能取岬へ行くことになりました。そもそも夏に行ったことがあるしともともとなかったプランだったのですが、オーナー様の鶴の一声により行けたことに大変感謝です。それほどに綺麗な場所でした。流氷って本当にあるんだなと思いました。車から降りると風が強く、鼻も口も一気に寒くなります。これは自分が勝手に感じていることなのですが、北海道の寒さはなぜか全く辛くないのです。東京にいた頃の冬は寒い、痛い、早く帰りたいと思っていたのですが、北海道に来てからは一度も辛く感じたことがなく、本当に不思議に思っています。昨年の夏、一人でここに訪れていろいろと感傷に浸っていた場所に、こうして今夫と来れたことがとても嬉しいです。夕日が落ちるのを二人で見ました。地球って本当にすごいなと思いました。二人ともお腹がいい感じにペコペコになったので、予約をしていた桂ホルモンさんへ行くことにしました。1ヶ月以上前からどこでお夕飯を食べるかいろいろ探していて、ここはあえてホルモンにしようと決めた場所です。車を降りた瞬間に炭の香りが立ち込めており、店内に入るとものすごい煙でした。そうそう、これだよこれと思いました。店員さんのおすすめ、鶏肉の小肉という部分をいただきました。軟骨ほどコリコリしていないのですが、程よい歯ごたえと柔らかくジューシーな食感が最高です。途中、軽い気持ちでおにぎりを注文したのですが、これが私の中で
一生忘れられない出会いになりました。中に入っている梅がおばあちゃんが作ったようなちゃんと酸っぱい梅でした。変に甘くないのでお肉の脂を一気にリセットさせてくれます。最近私は脂っこいものがダメになってきてしまったのですが、ここのホルモンは最後まで美味しくスルスルと食べられました。今動画を編集している最中にも思い出して恋しくなっています。お腹がペコペコだったので信じられないくらい食べたのですが、お会計は7000円ちょっとでした。こんなにいろいろすごいのに安くて大丈夫なのかなと心配になるほどでした。すべて全部美味しかったです。お宿に戻ったらゴロゴロしながら漫画を読みました。翌日は朝少し早くに起きてお宿の美味しい朝食をいただきます。朝から薪ストーブの良い香りと朝ごはんの優しい香りが漂っています。最高の目覚めでした。窓際のお席だったのですが、なんと食事中にさまざまな鳥たちがやってきました。オーナー様がいろいろと教えてくださいましたが、ここには40から50から赤ゲラなどがやってくるそうです。左上の網の中に入っているのは脂身で、虫を食べるキツツキがこの脂身を食べにやってくるそうです。途中でリスがやってきておいしそうにひまわりの種をむさぼります。この巣箱の穴が少しだけ縦長になっているのはリスが広げてしまったからだそうです。そしてある日、オーナー様が餌を補充しに行ったところ、この巣箱の中にリスがいたそうです。その他にもキツネがやってきたりしました。朝食後はスノーシューをお借りして牧場の奥の方へと入らせていただきました。奥に見えます白い馬はプー太郎と言います。プー太郎は現在33歳。2年ほど前にはもう1頭仲間もいたそうなのですが、今現在は1頭でこの牧場をゆっくりと散策しています。実は隊長は過去に神奈川の乗馬クラブにて厩務員をしていたことがあるのですが、15歳以上でも高齢という認識だったので、最初プー太郎の年齢を聞いた際は信じられませんでした。昔はお客様を乗せていたそうです。オーナー様からお話を伺ったのですが、過去には朝食前に馬に乗ったり、羊が何十頭もいたそうです。プー太郎にはずっと元気でいてほしいと思いました。動物が大事にされていると安心します。こうして散策を終え、お宿に戻り少しだけ休憩をしてから我々は流氷を見に出かけます。次回は流氷編です。もしお時間がありましたらそちらも見ていただけますと幸いです。皆様もどうかご自愛してお過ごしください。したっけね。